マイメロディーが50周年、そしてクロミが20周年。一本の映画を作ろうっていうつもりで制作しました。国民的、てか国民的どころじゃない、世界的に大人気なキャラクター。それを取り扱った新しい作品を作れるっていうことで、遠慮せずやりたいことをとことん詰め込んだ作品に仕上げることができました。1975年にクリスマスのグッズのキャラクターとしてデビューしました。当時はまだ赤ずきんちゃんっていうような形で名前がなかったキャラクターです。翌年1976年にはマイメロディーという名前になりまして、77年には頭巾の色がピンク色になったり、どんどんキャラクターが成長していく。その成長の観点でもチャレンジしていくっていうことは必要なのかなと思って、今回大人が見ても楽しいという。脚本を務めたのがその根本周子さんという方ですね。マイメロディーとクロミの大ファンということもあって、セリフ周りにかなりキャラクターへのリスペクトを感じましたし、根本さんならではのその毒のこもったセリフのやり取りが本当に大変素晴らしい脚本でした。まず最初はこういった演出をやりたいっていう形で何枚かイメージボードを書かせていただきました。マイメロって言ったらその可愛い絵ってもうすでにたくさん出回ってるから、だったらそのなさそうな絵を描こうっていうつもりで描いて、マイメロたちが追い詰められてるシーン。サンリオさんにちょっとチェックをしていただいた時に、すごい好評いただきまして、それだったら、もう本当に我々の得意分野だなということで、容赦なくさらにコンセプトアートを重ねていって、だいぶ容赦なかったよ。だいぶそうですね。イメージボードも出せればなと。了解です。可愛いイメージボードですね。了解です。企画当初からそのマイメロディーとクロミにお菓子屋さんをやらせましょうっていうアイデアが出てはいた。とことんマリーランドチックで可愛らしくしようっていうことでイメージボードなども書いていったりしました。ただちょっと実を言うと、実はその私がそのスイーツがあんまり得意ではなく、ちょっと知識もちょっと浅かったりはしていたので、どっちかっていうと辛いの好きだもん。そう、どっちかというと担々麺とかそこからいかにもスイーツィーな世界観を作るには一体どうすればいいのかっていうところはかなり考えたところがありましたね。サンリオピューロランドに行ったりとか、本当に多数の作品に触れて、いちご新聞だとか、マイメロディーとかのそのアートブックとかにも触れましたし、マイメロディーの世界観って結構マットな質感だなっていう印象を受けましたので、あんまりテカらないような葉っぱとかお花のデザイン、木の外側ちょっと布を貼り付けたり、色味もあまり彩度が高くなりすぎないようにパステルに塗装していただいたり、お花とか葉っぱとかたくさん登場するので 3D プリンターを使ったりなんてこともあったんですけど、 3D に頼りすぎてしまうとやっぱりCG 映画と間違えられてしまう。ストップモーションで作る以上ちょっとそういった勘違いは極力避けたいなっていう思いはやっぱり強かったので、造形の皆様にはこだわって作っていただいたりなんてこともしました。 3D だと結構その左右対称がきっかり作れたりするんですけど、そこをあえてちょっと左右非対称にバランス崩して複製感というか、その 3D 感みたいなものが薄れるっていうので、そういうことは結構意図的にしてましたね。やっぱり圧倒的なクオリティがちゃんと出たんじゃないかなっていやちょっと頑張った甲斐はある感じになってると思います。キャラクターたちは主に羊毛フェルトという素材を使って作られているんですけど、かなり相性良かったと思います。なんだもうピアノちゃん、羊だからピアノちゃんが結構良かった。まさにマッチしてるっていうか、あと今回やっぱりその動物的キャラクターが出てくるから、獣系作る際に羊毛フェルトってすごいいいんだなっていうことにも気づきますね。ふわふわしてるからね。マイメロとクロミは浜中さんのアクレーヌっていうアクリルでできたフェルトを使ってる。
矢野ちゃんが使ってるピンクのフェルトは、本当の羊毛の羊さんのフェルト。型に入れて数を作るものと違うので、こうしばらくチクチク何回も刺してないと形が出てこないので、そこは結構苦戦しました。いろんな可愛いっていうことを追求するがために、とにかく衣装とかにもこだわりを持って制作をしました。コンテストの衣装とかはちゃんとおめかししたドレスとかを着て、そのスイーツコンテストに挑んだりしますし、衣装担当の方がいまして、その方が大変可愛らしく作っていただきました。見た目もありますけど、なんかアニメートしてて意外と助けられたのは、衣装にも針金が仕込まれてて、動くようにできてるんですけど、風になびいてる感じとか、その動きの勢いの感じとか、なんかそういうことを表現するためにも衣装の作りとかが生きてきてて、本当にすごく効果的だったと思います。アーマチュアという、ちょっとそういう金属の骨格を一から作っていただきましたね。日本のコマ撮り業界では、アーマチュアといったら川村さんぐらいの感じの職人の方がいらっしゃいまして、その人頼みみたいな感じがあって、川村さんしか作れる人が今いないんじゃないかって言われてて、本当に貴重なお方だなと思ってまして、ストップモーションっていう手法は割と日本国内だと割とカツカツと言いますか。そうですね。スタッフの数も本当に限られてきたりとかもするので、狭き世界だなっていう印象がありますね。今回の作品を見て、ちょっとでもストップモーションに興味を持ったり、私でも作れそうだなっていう方がいたら、ぜひちょっとやってみてください。なんか本当に面白いので。今回アクションシーンで欠かせない装置、器具を開発しまして、我々はそれをなんか革人って呼んでるんですけど、調整できる機構が4つついてあって、本来は精密機器の組み立てのための機材なんだよね。すごい強いワームギアっていうのを使ってるんだけど、その角度でビシッと止めてくれるんですね。プロトタイプを持ってた初日にその場で美里さんと K さんがアニメートしたんだよ。グイーンとかめっちゃかっこいいカット撮ってすげーって。いやもう本当に紙機材革命的だなっていう。やっぱりなんかぷいぷいモルカーでもそのカメラワークをやることはあったんですけど、あの時は高さ変えたかったらもう DVD とか本とかを積み重ねてちょっとずつ厚紙とかを間に差し込んだり抜いたりすることによってちょっとカメラのちょっとした角度を変えていくっていう本当に地道なあれは人間技じゃないよね。ジェンガの上にカメラが乗ってて、そのジェンガを1個ずつ抜きながら撮影するみたいなことをやってたんだもんね。いやそうだからなんかその時と比べるともう本当に楽になりましたね。ハリウッド映画とかに憧れて、そうですね。ちょっと極力それに負けないような作品にしたいねっていう。ワイルドスピード、ジョン・ウィック、そして韓国映画の悪女、ハードなのばっかり。レゴムービーとかね、全体的なレゴムービー、あとなんかネットフリックス映画のミッチェル家とマシンの反乱とか、今回そのシリーズものっていうことで、全部で12本あるんですけど、なんか全部が同じような内容にならないようにっていう風にはかなり気をつけたと思います。アクションもあれば、なんか潜入ものもあるし、なんかミュージカルもあれば、ちょっとパニックもの、そういった空中アクションものもあるみたいな、ホラーもある。贅沢。そう、かなり贅沢な、大勢のキャラクターが画面の中で動き回っているのもなんか特徴かなと思っていて、普段の日常で住人たちが、マリーランドの人々が画面の中にいるっていうのも、本当になんかアニメーターにすごい楽しく遊んでいただけたんじゃないかなと。でも、どうだったんだろう、アニメーターって。いっぱいいると大変だけどさ、大変ではあるけど、この世界がちゃんと
あるんだなっていう感じの映像になってくれるので、うんそういうとこがしっかり出たからまあいっぱいいたのは良かったんじゃないですかね。あるところでこんな動きしているんだとか、はいまあ、中にはこうサンリオのファンの方々が喜んでくださるようなサプライズも入れたりしてはいるので、ぜひなんかお見逃しなく楽しんでいただけると嬉しいです。ネットフリックスシリーズのマイメロディー&クロミをぜひご覧ください。ください。